はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は12月前半の全体運とお仕事のことや人間関係を星の補足説明しながらタロットで見てみたいと思います。お願いします。はい、それから2025年がどんな年になるのかちょっと気になる頃ではないでしょうか。だいたいどんな1年だよということとか、あと1ヶ月ずつの細かいエネルギー解説とか、魚座さんにとってのどんな1年なのかをたっぷり記載したカペラノートの PDF 版が現在販売になっています。ノート版もですね、ちょっとだけわずかに予備がありますが、もうないかもしれません。すいません。で、PDF 版は PDF 版の特典として少しだけね、仕事のことやお金のことや人間関係に対して書き出していますので、ご興味ある方はぜひ概要欄からご覧になってください。よろしくお願いします。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンド10逆、ペンタクルスの2、ソードページ逆、カップ9逆、マジシャン、ソード4の逆、そしてワンドの7ですね。気をつけることや対策がワールド、そしてフール逆、オラクルはソード2の逆です。面白い。はい、ちょっと星の仮説もさせていただきたいですが、まず少しでインフォメーション程度に聞いていただきたいんですけども、11月26日から12月16日っていうのが水星が逆行する期間なんですね。で、水星っていうのはコミュニケーションとか情報とかビジネスとかに影響しやすいので、何かこう言葉が勘違いして伝わりやすかったりとか、お仕事の計画も変更になりやすかったりするので、余裕と確認を持って過ごしてほしい期間になります。で、特に魚座の皆さんにとってはこの12月前半って仕事運とか社会運とか外に行く機会が結構多いんじゃないかと思うんですね。で、その時にもちろん楽しいんだけど、なんか思わず言い過ぎちゃったとか、口が滑っちゃったとか、余計なこと言っちゃったなっていうふうにならないように気をつけてほしいのと、なんか未来への期待っていうものがすごく明るい気がするんですよね、お仕事に対して。で、それもああでこうでああでこうでってわーって広がりすぎて後でシューって戻らないように、現実的な想像や計画を立てる方がいいかなというふうに思います。で、そして12月1日が新月なんですね。この新月は射手座で起こる新月なんですが、これまた魚座の皆さんにとっては仕事とか社会とか自分の世界をもっと広げていこうみたいな、すごく前向きなエネルギーとして使えるんです。ですから全体的に見ると、カードから見てもそうなんですけど、何か元気になってきたみたいな感じがあり、開かれてる世界があるなっていうふうにすごく思います。なので外の世界と関わるきっかけが多いのか、何か仕事としての計画がたくさんあるのか分かりませんが、勢いとかエネルギーっていうのが強いんですね。ただしなんですけど、ちょっと注意してほしいこととして、その12月の7日からですね、火星もまた逆行し始めるんです。で、この火星は前回の動画でも言ったと思うんですけど、来年の6月16日までこの自分の日常をしっかりと整えていくよというところに使える、すごくパワフルなエネルギーなんですけども、少しね、この逆行期間っていうのは空回りしやすかったりするので、例えばですけど、自分のすごく分かりやすい例で言うと、体力つけようと思って筋トレしますみたいなとか、もう食事制限しますとかってやってたとしても、それが本当に効いてるなっていう体感を得にくいとかですね、で効いてないと思うからもっともっと頑張るけど、頑張りすぎてなんかあれみたいになったりとかしやすいので、進んでないかのように見えてもちゃんと進んでるよっていうことを忘れないようにしてください。決して逆行してるからって行動を止めないでほしいんですけれども、ただ行動してもなんか自分がやってるだけの量と結果っていうものがなかなか一致しにくい時だし、後からそれが分かるんですよね。どれだけできたかっていうのが後から一気に分かるって感じがあるので、焦らずに進んでほしいなっていう時です。で、今ちょうど12月の前半っていうのはそういう実務だったりとか、事務作業とか役割とか細々したこともできるし、仕事に対しての見解も広いので、すごく壮大な計画をね、立てられそうな時だなって思います。で、その計画を立てるのは全然悪くないですし、むしろその計画を立てることによって魚座の皆さんがこれからの世界こうなるなとか明るくなるなみたいに想像していただく分には一向に構いませんのでね。ただなんていうのかな、まだね、なんとなくね、本当の喜びとか嬉しさとか愛情とかお金っていうのは
まだもうちょっと隠れたところにあるんですよっていう感じがするので、その目先の結果にあまり縛られないでねっていうメッセージをお伝えしたいです。そしてカードで見た時には今やっぱりすでにもうね11月の4日から風はその仕事とか役割に応援されているのでやることたくさんあるのかなって感じはありますね。でももうそのたくさん自分がやらなきゃいけないことはできるだけ手放したいっていう感じがあり、何か重要な役割をしてね有能な人だと思われるよりも自分の体力や自分の健康を優先したいみたいな気持ちがあって、すごくいいと思いますよ。それで自分を大きく見せる必要もないし、過小評価する必要もないし、自分にぴったりの今自分が一番しっくりくる量の行動だけでいいっていう感じなんですけども、それで全然うまくやっていけるんですけど、それに対して他者は自分を批判してるんじゃないかなとか、本当にこれで大丈夫かなみたいな感じでちょっと少しだけね他者からの承認を求めてるかなって感じはしますね。でも先ほど言ったみたいに12月の前半ってすごくね魚座の皆さんが新しい世界観に向かって一歩踏み出せる時なんだなっていうふうに思うんです。でその世界観っていうのは何かをご利用ししたからできるとかそういうものではなくて、本当にポッと湧いてくるとか、与えられるもの、宇宙からこのタイミングで与えられるものっていう感じがするんですね。でそれとてもいいと思いますよ。自分にはいやそんなとかね、そんなことはないですよって思いたくなるけれども、宇宙としては応援しています。新しい流れが来るなって感じがします。もうマジシャンとかワールドっていうのが出ているので、ぜひご自身の世界観とか自分が作っていけるんだっていうこの世界を認識してほしいって感じですね。そしてそこからの流れなんですが、じゃあ何かを始めましょうかって言った時に少し何かお金をかけなくちゃいけないとか、もしくはお金がかかるとか、最初はその金銭的にどれぐらい入ってくるかを見込めないっていうのもあるかもしれません。だけど最初に言ったようにね、自分を犠牲にして何かをするのではなく、あくまでも自分ができる範囲のことで、無理をしてではなくできる範囲のことでうまくこなしていけますっていうふうに出てるので、そんなにぬるま湯でもないし、もうひいひい言うほどでもないんですけど、いい塩梅で自分を保ちながらこの世界を進んでいけるなって感じがしました。そしてとても興味深かったのが、オラクルがねソードの2の逆なんですね。でこのソードの2っていうのは本来だったら均衡を保ちましょうとか、このまま現状維持でいきましょうとか、大丈夫ですよこのまま穏やかでいきますよって感じなんですけど、逆位置なので、あえて今まで何とか自分を保ってきたこの感覚から新しい世界に行くんだみたいな感じがあったんです。ということは、これまでやってきた自分の感覚や自分自身や状況から、このもう見えている新しい世界というか、新しい環境というか、新しい出来事に対して動き始めるので、一瞬グラッとくるというかね、一瞬何かが変化することによって戸惑うこともあるのかもなっていうふうに思いましたが、でも今言われているのは、壊してこそよりよくいきますみたいな感じがするんです。現状維持のままなんとかそのままいくじゃなくて、壊してこそ本当により良いものに作り変えることができるんだっていう感じがして、でそうするための力や運勢や準備っていうものはでき始めているっていうふうに思いました。なのでおそらくこの前半にそんなに自分がすごい体力的に無理してできることではなくって、タイミング的にそうなのかなって、流れ来たのかなっていうお知らせがもしかしたらあるかもしれませんね。なんでしょうねこれは。でも世界観だから、おそらくここまでの流れの中で魚座の皆さんが感じていた何かを克服したいとか、何かを変えたいとか、そういった自分がずっと思っていたことに対しての新しいエネルギーだと思うんですねこれは。解消するとかそういう感じじゃないんですよ。解消するとかじゃなくて、全く違うものが入ってくるっていう感じがするんです。違う提案が来るとか、そういうそうきましたかみたいな感じかもしれません。でそれによって少し何かを少しだけですけどね、諦めるとか手放すっていうのはあるんですけど、でもそれによって自分がさらに強く保っていけるとか、さらにやっていけるっていうふうになるので、ちょっと何かその揺さぶりみたいなものがあるかもしれませんね。ちょっとオラクルもう一枚見てみようかな。でもこれはどちらかというと精神的なものですね。実際は何か新しい世界観が来るので待ってましたっていう感じなんですけど、それを受け入れることによって、その自分がぐらつくっていうのは精神的にですね、大丈夫かなみたいな感じです。現状じゃないです。生活は全然安定してます。
生活は何とでもやっていきます。でも気持ち的にこれ以上自分が乱されたくないとか、動揺したくないとか、嫌なことを孤独を感じたくないとかっていうところから、せっかく今保ってるのに嫌だって思うかもしれないですけど、超えていけますよっていう感じがしますね。じゃあデビルが出てきたので、やっぱり何かしらご自身がこれまでこだわってきたことですね。こだわってきて、そのこだわりをなんとか自分なりに収めてきた。そしてやっと収まったっていうか、やっとここから新しい世界みたいな感じでね、新しく何かが動き出すなって感じで、その時にやっぱり現状を変えるのが怖いとか、動くのが怖いみたいな感じになるんだと思います。みんな怖いですよね、それはね。でも応援されてますよ。ワンドのエースということで、ちょっと無理してそういう風に自分を持っていってねって感じですね。これは準備できましたではなく、怖いし、なんかなんとも言えないこのって感じがあるんですけど、でももうゼロに戻したじゃないですかとか、もうここからきれいにして新しい世界作るんですよねみたいな感じ、その準備はできてますよっていうことを言われているので、少しだけね精神的に揺さぶられても、それは今まで自分がずっとこだわっていた、悩んでいたものを本当に変えるための変化だよってことを忘れないようにしてください。ちょっと仕事のこと見てますね。仕事、ペンタクルス、エース、ラバーズ、ペンタクルスのナイトということでいいですね。お仕事って見た時に、もしかしたら仕事に関して何か新しい動きがあるのかもしれませんし、もしそういう新しい動きがある方はすごくいいと思いますよ。これはもし何も新しい動きないですっていう方も、今の職場の中で、今の環境の中で新しいことを生み出していける、自分が新しい価値を見つけていけるっていうこともありますからね。もし今から変わるんだっていう方は、おそらく変わる方がよっぽど明るいです。よっぽど。ご自身はまだ未経験でとか、そんな初めてのとこ大丈夫かなとかね、いろんな心配事あるかもしれませんが、よっぽど明るいです。その新しい環境の方が。そしてまずは全くね違うところに行くとか、環境が変わってしまうことによっての恐れとか、自分がちゃんと仕事やっていけるかなみたいな、稼いでいけるかなみたいな心配がある方にとっては、カードは全然稼いでいけるって言ってるんですね。自分のこだわりさえ、自分が絶対これだけは守らないとって思ってることさえちょっと横に置いとけば、いくらでも生活はやっていけますよと。そして仕事ってなった時に、今から始まることっていうのが本当に自分の価値になっていくし、なおかつこれまでやってきたことだって十分活かせるんですよっていう感じがしたんです。とてもゆっくりですが大事なことが始まりそうです。そしてここで出てるラバーズっていうのも、誰かと協力しながらやっていくよっていうふうに言われて、一人じゃないみたいなので、全然一人で全部気負わなきゃって思わなくてもいいです。一人で気負う覚悟があるっていう感じはありますけれども、その場に入れば必ず誰かが手を差し伸べてくれるし、一緒にやっていけるし、その新しい学びが楽しくなるよって感じがしました。これはいいじゃないですか。そして人間関係見てみましょうか。人間関係、カップの8、ソード10、ジャッジメントということでよかったですね。やっぱり人は恐れを克服してこそ強くなるっていうか、ここでもさっき言った精神的に何かちょっとどうしようかなみたいなことあるかもしれないけど、でもそれを超えることによってさらに良くなるよねっていうのがあったように、人間関係に関しては自分がね他者を傷つけたくないからとか、これ以上自分もしんどい思いしたくないからもうあんまり派手な動きはしませんとか、どちらかというと他者との関係に関してはもう諦めモードでも新しい傷がつくよりいいかみたいな感じがあるんですけども、本当に自分にだから、例えば魚田さんがいるとして自分がもう一人の自分に何かを言ってあげるとかどうこうしてあげるってなった時に、やっぱり多少怖くてもそれを伝えていくんだなっていう感じがしたんですね。なのでおそらく人間関係の中では本当は避けたいとか、本当は逃げたい、なかったことにしたい、見ないようにしたいっていうことに対し
ここはね言うタイミングというか言うチャンスがあるんだと思うんですね。でそれによってああよかったみたいな感じで落ち着きます。決して悪くならないです。恐れずに言ってほしいかな。うわこれ言うの怖いみたいなのとか、その向き合うまでが怖いんですけど、向き合ったらものすごく分かってもらえるし落ち着きますから、勇気を持って向き合ってほしいなって感じがします。12月前半にやっちゃっていいんじゃないですか。これは恋愛に関してはまた別で見ますので、一般的な人間関係に対してね、何よりもねやっぱり自分がナイーブだったりとか傷つけられたくないから人に対してきついこと言うのが怖いなとか嫌だなって思ってる方も多いと思うんですけど、自分がその時にね出してるそのエネルギーで他者をちゃんと守りながら言いにくいことを言うっていう風にしていただくとちゃんと結構伝わるもんなんですよね。エネルギー的には責めてないよみたいなエネルギーで言いにくいことをきちんと伝える、なんか分かってもらえるんじゃないかなって期待してあやふやにするよりは向き合う方がとてもいいんじゃないかと思いますし、今このジャッジメントのカードが言ってることっていうのが本当にその恐れに向き合うからこそ生まれてくる新しい感覚があるんだよっていうふうに言われていて、それがこれから先の魚座さんをすごく守ってくれるって感じがするんですね。あの時恐怖に向き合って伝えたことによって克服できたからこれから先だって大丈夫だとか、あの時分かってくれたんだからどうのこうのみたいな感じで、なんか今のこの感覚っていうのがこれから先のすごい自分の強みになる感じがしたので頑張ってください。はい、ちょっと最後にもう一枚ねして引いてみますね。黒田さん、はい、どうでしょう。このカードを見て何か思うところがあればカードからメッセージ受け取ってみてくださいね。最近ねやっぱり感情的に乱されるというか、例えば外側の天候も私たちの意識では何ともならないものですよね。台風来ないでと思っても来るかもしれないし、なのでもしかしたら感情的にもしかしたら嵐が吹き荒れていたのかもしれないし、そういったすごい怒りだったりとか悲しみだったりとか孤独だったりっていうものが突然襲ってきたかもしれないけれども、それがあるからこそ磨かれる自分であり、それを超えていける流れなんだよって感じがしました。これはでこの感情や感覚っていうのは突然やってくる時もあるし自分が生み出す時もあるけど、その必要があって感じなければならない時もあるので、今回に関しては必要があって感じたんだろうなっていうふうに思いますよ。なのでこの感情や感覚を味わえた自分っていうのは本当に価値がある素晴らしいものだと思います。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら分かりましたという方はいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。本当いつもねコメントありがとうございます。はい、ということでまたね次の動画取り次第アップしますので少々お待ちください。ぜひ12月前半いい時間になりますように。ありがとうございました。失礼します。